会話のデッキついに登場ということで、録音ボタンが2つありますよね。めちゃくちゃ重たいです。見えますかね、こんな感じで。もうこれでしょう、これ。はい、ツイントランスです。スーパー AMTS 入れると、さあそれではですね、X 係数7000で録音してみたいと思います。でまずは普通に録音で、その後に、一番肝心な、生テープ専用の録音モードで、ちょっと録音してみたいと思います。はい、ではクリーニングタイムといきたいんですが、このデッキですね、ちょっとクリーニングするときにちょっと癖がありまして、なので今回はちょっと説明しながら、ゆっくり、解説していきたいと思います。はい、では今からクリーニングをするんですけども、まずは、開けてリットを外します。で、ヘッドの掃除はもうこのまんまできるんですけども、ここからちょっと綿棒を突っ込めば、こうね、ヘッドの掃除なんとかできます。はい。で問題がですね、問題なのはピンチローラーと、キャプスタンの掃除ですね。でですね、まず紹介しましたけども、このデッキはですね、テープを入れていないと、操作ボタンを押しても、反応しないばかりかドアが開いてしまうというね、そういった性格のデッキなので、ですね、何をするかというとね、これ他のデッキでもねよくやることなんですが、何かこういう綿棒がいいでしょうけども、綿棒とかを使ってカセットが入っているように、認識させるということなんですけども、このデッキはですね、ちょっとこれが大変なんですけども、テープが入っている入っていないを認識するスイッチ、まずここです。ここをやるとこうやって勝手に閉まるんですけども、まずはここに綿棒を突っ込んで押した状態にします。これちょっと分かんないですよ、これ説明書がないんでね、おそらく正式なやり方ではないとは思うんですが、ちょっと僕なりに、見つけた方法なんですけども、はい、まずここのスイッチを押しました。ただ、ここのスイッチを押していても開いちゃうんですよ。実はもう一箇所スイッチを押さなきゃいけないんですね。でそれがですね、この辺にあります。なのでちょっと綿棒を曲げて、折れちゃった。綿棒をうまいことこうちょっと、カールさせてですね、この辺に当てます。この辺にスイッチがあるんですけども、はい、こんな感じでちょっと不格好ですけども、こういう形にしておきまして、そうするとほら開きません。ちゃんとテープの操作ができます。ちょっと照明の位置変えました。ちょっと綿棒のね、このセットの仕方がよくわかるかと思いますけども、はい。じゃあここから、まずはピンチローラーですね。再生ボタンを押すとヘッドが上がるので、この状態でやっていきます。はい、ピンチローラー清掃完了ということで、停止して、次はキャプスタンですね。キャプスタンは、これまた停止状態ではキャプスタンは回っていません。なので、実はですね、一時停止ボタンを押すとキャプスタンが回ります。これを使って、キャプスタンをね、ちょっと効率よく掃除していきましょうという。はい、じゃあやっていきますね。はい、これで、やっとクリーニング完了ということで、あとは障子ですね。
イレーサーでヘッドの掃除をします。はい、やっとクリーニングが終わりました。じゃあ録音していきましょう。で、今回用意したテープは一応ね、3本用意してあるんですけども、はい。ノーマルは FOX。まあ、FOX といっても、この後ね、生テープ専用の録音モードをちょっと試すので、新品です、今回は。これからフィルムを開けます。はい。はい、そして、ハイポジはですね、ちょっとまあ珍しいんですけども、これまあ、一昔前に買った、ATR のクロームテープ。はい。そして、まあ、メタルではおなじみ、MA。はい。この3本でね、ちょっと今回はやっていきたいと思います。はい。で、まあ、このデッキ、デジタル入力の端子ついてますんで、まあ、ちょっと試してみようということで、はい。今回のために、ちょっと買いました。光ケーブルですね。よいしょ。はい。開けて、はい。こんな風になってますね。で、これを、CD プレイヤーと X ケース7000を、つなぐという。はい、一旦デッキの後ろ側にしました。はい。で、ここですね。ここなんですけど、これを抜いて、これを刺せばいいのかな。あ、刺さった。はい。はい、刺さりました。で、よっしゃ、刺さった。よし。はい。もうデジタルでこの光ケーブル通して録音するの、僕初めてです。はい。本当に初めてです。デジタル入力がついてるカセットデッキって言ったら、必然的にね、新しめの、90年代以降のデッキになるわけなんですけども、果たしてうまく録音できるんでしょうかね。じゃあまずは、これでちゃんと音が入るかをチェックしてみましょう。じゃあ CD 今再生させました。モニターモードをソースにして、で、これをこのデジタルダイレクトっていうところをオプティカルにする。あれ？ならない。裏のあれかな。この DA コンバーターのスイッチがオフになってるからかな。これちょっとオンにしてみますか。あ、なった。あ、はい。あ、なりましたね。はい、なんとかデジタル入力できました。今、CD プレイヤーからデッキまではデジタル信号で、このデッキに入ったところでアナログに変換してるっていう、そういう流れでいいかと思います。はい。さあ、では、ちょっとじゃあ録音してみたいと思います。まずは、普通に録音ですね。じゃあとりあえず開けましょう。この FOX のテープを使うのは、60分テープを1本で90分テープを1本使ったので、通算3本目ですね。はい。じゃあ、セットしていきましょう。はい。じゃあ、録音していきましょう。だいぶ録音の準備が長くなりましたけどね。はい。って言ってもまだね、キャリブレーションがあるんですよね。はい。で、キャリブレーション、これ、キャリブレーションモードオンにすると、発信音もこれ聞こえてくるんですよね。普通聞こえないデッキが多いかと思うんですけども、このデッキは今鳴ってます。はい。じゃあやっていきますね。モニターモードはテープにしておいて、そうじゃないとキャリブレーションできないんで、この状態で録音ですね。いきます。GO！ あ、間違えたこれ録音と再生同時押しじゃないと録音に入りません。はい、じゃあもう一回 GO！ はい。下のメーターがロー、低域。で、上のメーターがハイ、高域ですね。これは、よくあるキャリブレーションのメーターかと思うんですけども。はい。じゃあ、バイアスを、今は
範囲が小さいんで浅くしていきます。で三角に合わせます。まあこんなもんかな。で止めます。でオフにする。はい。じゃあちょっと録音同時モニターで聞きながら調整しながらちょっと録音していきたいと思います。はい、まあ、この動画を撮影するまでにですね、いろいろ、テープだったり曲をね、再生してみたんですけども、まあ、音質の傾向はソニーと比べると、まあ、ソニーに近いかなとは思いますね。ちょっとドンシャリー系な、そんな感じかなって思いますね。ただ、音の硬さはソニーほど硬くない感じがしますね。ちょっとアイワの方が丸いかなって思いました。はい。まあ、曲のジャンルでなんか合ってるんじゃないかなと思うのはロックかな。やっぱロックにはこのデッキ結構しっくりきましたね。まあロックはね、僕あんまり聞かないんですけども、ロックだとね、あんまり音が硬すぎるのも嫌だなって思うんですよ。ただ、やっぱ低音の迫力、まあ、パワフル感っていうのはね、やっぱ欲しいんで、まあ、それがあるとちょっと、いいなって、感じますね。で、それに応えてくれるのが、このアイワのデッキでしたね。まあ、今流した曲なんかはね、このデッキに結構合ってるんじゃないかなって思いましたね。さあ、ではですね、一番肝心な、生テープ専用の録音モード、これを試してみたいと思います。はい。で、今、FOX の、録音の設定、そのままになってるんで、まあ、設定はこのままでいいでしょう。で、生テープ専用の録音モードにするには、これかなこの BREC っていうところ。はい。で、操作は同じなのかな多分これを押して、あ、あの、多分音聞こえないと思うんですけども、BREC っていうボタンを押すと、中からリレーの音がします。まあ、おそらくなんか消去ヘッドの回路を切り離してるんじゃないかな。なんかね、カチッって音がします。はい。で、これで押しながら、
あ、入りましたね。これで B レックのモードに入ってるのかな。ちょっとじゃあ、音を流してみましょう。あ、一応鳴ってる？あ、鳴ってるね。ちょっと聞いてみようか。はいはいはい。ちょっと一旦ね、普通の録音モードに変えます。一回止めて、で、今度は普通の録音モード。なんかパッと今、曲流してる限りではそんなに違いはわかんないんですけど、多分ね、ノイズのなんか、あれかな。ノイズが多いとか少ないとかがあるのかな。ちょっとじゃあ CD を止めた状態で、これで、必須ノイズがどうなってるかだよね。まあ、普通の録音モードだったら、まあ、必須ノイズね、まあ当たり前なんですけど、シーっていう音がね、聞こえてくるんですけど、で、止めて、B レックでやると、なんかあんま変わんないあんま変わらないなんですけど、まあ、とりあえずB レックうまく録音できてるみたいなんで、ちょっとじゃあ B レックで録音した音をね、お送りしたいと思います。ちなみに前の音が入ってる状態で B レックをやるとどうなるんだろう。ちょっとやってみますか。なんかすごい音が小さいっていうか、消えてないですね。今 CD 再生しました。こんな感じで。確かにということは多分録音ヘッドから流れてる、その、音を記録するための、バイアスが、多少その、消してるっていうか消去作用を出してるっていう、そんな感じですね。はい。消去ヘッドには電流は流れてないということが、これでわかりますね。オープンザキャビネット。ちょっとなかなかいかつい構造になってますけども、また鉄板で覆われてるんで、じゃあちょっとまた外していきましょう。